学ぶことが大好きなあなた、少し想像してみてほしいんです。例えば、あなたが仕事で何か取り返しのつかない大きなミスをして、上司からなぜこんなことになったんだって激しく詰められているとしますよね。かなり胃が痛くなるシチュエーションですね。そう。普通なら、本当に申し訳ありませんでしたって平謝りするやないですか。でも、そこであなたが突然胸を張って、いや、これは来たるべき氷河期に備えて、あえてトラブルを備蓄しているんですって堂々と答えたら、一体どうなるでしょうか。まあ間違いなくその日のうちにクビになりますよね。ですよね。現実の世界では、そんなめちゃくちゃな理屈は絶対に通用しません。でも、もしここがお笑いという圧倒的な不条理の空間だとしたらどうでしょう。そのバカバカしい回答は、突如として天才的なユーモアに変わるんです。なるほど。あのコンビの話ですね。はい。いつも聞いてくれているあなた、今日もちょっと変わった、でも最高に面白い分析の旅に出ますよ。今回私たちが読み込んだ膨大なソースは、大人気お笑いコンビ、タイムマシーン3号の漫才やコントのトランスクリプト、つまり書き起こしテキストなんです。お笑いのネタをテキスト化して、しかもそれを真面目に分析するというのは非常に新鮮なアプローチで面白いですね。ワクワクしますよね。ただ今回の私たちのミッションは、単にあのネタ面白かったよねって表面的な感想を言い合うことではありません。彼らが観客を爆笑の渦に巻き込むとき、その言葉の裏側で一体どんな心理的そして言語的なメカニズムが働いているのか、その笑いの構造を完全に解体することが目的なんです。どこからアプローチしましょうか。彼らのネタは非常に多層的な構造を持っていますからね。よし、これを紐解いていきましょう。一見くだらない会話の中に、実は視点の転換と文脈の破壊という驚くほど高度なコミュニケーションのテクニックが隠されているんです。まずは彼らの代名詞とも言えるテクニック、究極のリフレーミングからいきたいですね。リフレーミング、つまり枠組みの捉え直しですね。そうです。ソースを読んでいて一番驚いたというか、ハッとさせられたんですが、普通お笑いで身体的な特徴、例えば太ってることを扱うときって大体は自虐のトーンになりますよね。いや僕太ってて全然モテないんですよみたいな。コンプレックスをさらけ出してある種の同情や共感を誘うことで笑いに変えるというのが古典的かつ一般的な手法です。なのに彼らの場合はその自虐が一切ないんです。自分の体型を誤るどころかとんでもないポジティブ思考に変換してしまうんですよね。はい、トランスクリプトを見るとその徹底ぶりがよくわかります。太っていることを氷河期に備えて備蓄しているんだと言い張ったり、いやいやこれはダイナマイトボディなんだと力強く主張したりする。ダイナマイトボディって今時なかなか聞かないフレーズで最高ですよね。さらに彼ら独自の名言風の格言が次々と繰り出されるんです。デブはコンパよりパンポとか、肥満はロマン、あるいはデブはラブ、力士はセクシーといった具合です。響きだけは無駄に美しいのが腹立ちますよね。朝食はパン派か米派かなんていう日常的な論争のネタでも異常な展開を見せますし。そうですね。米派がおにぎりマンというキャラクターを提示すると、パン派はそれに対抗してダブルソフトという必殺技を繰り出します。しかもその技の別名が米騒動なんです。パンの暴力で米の供給を断つわけですよね。面白すぎる。さらにすごいのが、彼らがその設定をただの冗談で終わらせず、専用のパラレルワールドまで構築してしまうところです。パラレルワールドですか？陸上のリレーなのに1人4メートルしか走らないデブリンピックとか、敷地の8割がフードコートで占められていて、吉野家に5時間待ちの行列ができる両国デブニーランドとか、ラジオ体操の代わりにファミレスの粉チーズを丸々1本使い切るファット体操というのもありましたね。そうそう、ファット階層。これ、私には IT 企業のカリスマ CEO が使う現実愉快曲空間にそっくりだと思えたんです。
スティーブ・ジョブズなどが持っていたと言われるあの圧倒的な説得力のことですね。はい。圧倒的な自信と異常な熱量で語り続けられると、最初はなんだその理屈と思っていたはずの聞き手が、だんだんそのおかしな論理を正当なものとして受け入れてしまう現象と同じだなと。ただ、ここで一つ疑問なんですが、何でしょたった一つの身体的特徴、つまり太っているということにずっとこだわっていると、普通聞いている皆さんは途中で飽きてしまうと思いませんか？ここで興味深いのはですね、彼らの笑いが観客の同情を一切誘おうとしていないという点なんです。同情を誘わないから飽きないということですか？どういうつながりでしょ通常の自虐ネタはかわいそうという感情に依存するため、連続すると聞き手が精神的に疲弊してしまうんです。しかし彼らは弱点を提示するのではなく、マーベルヒーローのスーパーパワーのように誇張して提示している。う？なるほど、スーパーパワー。氷河期に備えているという強烈な前提を受け入れた瞬間、そこにはもう私たちの生きる現実の論理は適用されません。彼らはその独自のルールの内部で、デブリンピックや両国デブニーランドといったディテールを無限にエスカレートさせていきます。ああ、ルールが明確だからこそ、聞き手は飽きるどころか、その整合性の取れた狂気の世界観にどんどん引き込まれていくんですね。その通りです。弱点をいじっているのではなく、誰も勝てない無敵のルールを作って、その中で遊んでいるから面白いんです。さて、その独自のルールといえば、彼らのもう一つの凄まじいテクニックにつながります。お、次のセクションですね。はい。それが、知っているのに知らないふりが生み出す知的な不条理です。これもまた、彼らの非常に高度な心理戦と言えます。これ早々読んでいて思わず声を出してしまったんですが、誰もが知っている国民的なポップカルチャーを自分は絶対に知らないと強弁するパターンのやつですよね。トランスクリプトには見事な例がいくつもありました。例えば、ジョジョの奇妙な冒険。一切読んだことがないとガンナに言い張りながら、相手の顔を舐めて、これは嘘をついている味だとキャラクターの真似をしたり。フチャラティの有名なシーンですよね。はい。さらに、スタープラチナとか、だが断るといった名言を会話の中に乱発したりします。しまいには告白の前に10分間呼吸し続ける破門の修行を始めるんです。完全に熟読しているファンの行動じゃないですか。さらに、ディテールの解像度が異常なのが、こちら葛飾区亀百合公園前排出所、いわゆるこちきめ。出たこちきめ。これも全く知らないと言いながら、ピンポイントで54巻の量産地獄へ行くの巻のあらすじを語り出し、大原部長の奥さんの名前を出し、さらに舞台版で両津を演じた俳優まで完璧に挙げます。香取慎吾とラサール石井ですよね。絶対に知ってますよね、それ。でも一番驚いたのは最近のヒット作に対するアプローチでした。ワンパンマンや鬼滅の刃ですね。そうです。ワクチンマンとかジェノスっていうキャラクター名をスラスラ出して、判断が遅いとか弱味噌といった特有の語彙を使いこなす。極めつけは鬼滅の刃の第2巻49ページにある禰豆子の箱の素材です。これを切りすぎすぎと岩打ちつきだと寸分違わず正確に暗唱するんですよ。第2巻の49ページ。木材と漆の名前まで。いやー、ここで本当に面白くなるんですが。はい。観客は最初のジョジョって何っていう1秒で、あ、こいつ絶対に嘘ついてるなって気づくじゃないですか。はい。これを聞いているあなたも間違いなく気づくはずです。もちろんです。バレバレの嘘ですからね。それなのになぜジョークとしてしけずに逆に笑いがどんどん加速していくんでしょうか。普通なら、いや知ってるやんって思ってしまいますよね。それは、この笑いの本質が嘘をついているという行為そのものにはないからです。嘘をついていることは最初から観客との間で暗黙の合意として共有されているんです。暗黙の合意。なるほど。重要なのは本人の平坦で簡単な否定と提示される知識の解像度の異常な高さとに間に生じる認知的不協和なんです。認知的不協和。つまり脳が矛盾した情報を受け取ってパニックを起こしている状態ですか。その通りです。絶対に知らないというスタンスを絶対に崩さないのに、出てくるディテールがなんとなく知っているというレベルをはるかに超えている。関数、ページ数、マニアックな素材名といったオタク顔負けの領域へとエスカレートしていくわけです。言動と行動が完全に分離しているんですね。この主張と行動のギャップが極限まで開いていくチキンレースのような構造が観客の脳に心地よい混乱をもたらします。
どこまで細かい知識が出てくるんだという驚きと、それでもまだ知らないって言い張るのかというツッコミの狭間で揺さべられ続ける。だから爆笑につながるんです。つまり観客は嘘に笑っているのではなく、嘘を貫き通すために異常なほどの努力と圧倒的な知識量に笑っているんですね。いや、見事な解体です。ありがとうございます。そしてこの期待と結果のギャップを操るテクニックは、ポップカルチャーの知識だけでなく、私たちが普段生活している日常のシチュエーションでも見事に爆発します。日常の中に住むルール、いわゆるスクリプトの破壊ですね。ええ。私たちがピザを頼むときや旅行で旅館に泊まるときって、無意識のうちにこういう会話が展開されるだろうという見えない台本を持っていますよね。彼らはそれを全く無関係な要素で徹底的に破壊してしまうんです。トランスクリプトの旅館のネタは非常に象徴的でした。携帯が圏外になるような、いかにも不気味な古い旅館に泊まる怪談風のシチュエーション。当然観客は恐怖の文脈を期待します。なのに、そこで起こる怪奇現象が全く怖くないんですよね。はい。8K3D テレビの砂嵐が映るとか、部屋中の Google アシスタントが一斉に起動するとか、高級な西川の羽毛布団で敷居を締められるんですが、ちなみに税込み5980円で、なんと10個もついてくるそうです。通販番組になっちゃってるじゃないですか。さらに、貸し切り露天風呂を除いたら、有名アイドルと大物俳優がお忍びで来ているとか、ハイテク、豪華な通信販売、そして芸能ゴシップのオンパレードです。ピザの配達のネタもひどかったですよ。シンプルにピザを注文したいだけなのに、店員からピザの歴史はローマから始まりましたと太古の歴史を語られ始める。ピザ屋で歴史の授業が始まるとは思いませんからね。しかも配達に来るバイクの排気量を 50cc か 250cc か選ばされるんです。代金は4000セントとドル計算で請求されて、ミックスピザやポテトの注文がなぜか全く別の意味不明な言葉に変換されてしまう。完全に会話が成り立っていませんね。これ、私にはある現象にそっくりだと思えたんです。どのような現象ですか？ RPG ゲームをやっている時のバグです。村人に話しかけたら、普通はようこそ始まりの街へって言うじゃないですか。なのに急にプログラミングを無視して、人間の存在意義とは何だと思いますかみたいな全く別の哲学的な質問を投げかけてくるような感覚。なるほど、ゲームの NPC がバグった状態ですか？ええ、ピザを頼むとか旅館に泊まるという見えない台本があるからこそ、そこからの逸脱が強烈なバグとして笑いになるんです。より大きな視点と結びつけてみるとですね、これは私たちがいかに日常生活において暗黙の了解に依存して生きているかを浮き彫りにしています。暗黙の了解への依存ですか？ホラーには恐怖を煽るもの、デリバリーには効率的で無駄がないものという誰もが疑わない文脈がありますよね。そこに彼らは不足ではなく、全く異質な文脈の過剰な投入を行うんです。過剰な投入。はい。テレビの画質の良さといった過剰なサービスや、バイクの排気量という無関係なロジスティクスを投入することで、本来のシチュエーションを見事に崩壊させる。これは私たちの脳が自動処理している日常を意図的にバグらせる非常に高度な認知ハックと言えます。認知ハック。確かに聞いている私たちは、いやそんなこと聞いてないよとツッコミを入れながらも、その予想外のバグ展開を全力で楽しんでしまっています。人間の脳は予想を裏切られることに一種の快感を覚えるようにできていますからね。さて、ここまでリフレーミング、ポップカルチャーの知識、文脈の破壊と見てきましたが、最後のセクションはこれまでの要素が全て融合した究極のテクニックです。それがハイカロリーな言葉遊び。言葉そのものを操作し解体する領域ですね。はい。第1セクションの太っているケラと、第2セクションのポップカルチャーの知識が掛け合わされた純粋な言語的アクロバットです。世の中のあらゆる有名な固有名詞や作品名を一周にして高カロリーな言葉に変換してしまう特殊能力。具体的な変換例を見ると、その手腕に驚かされます。嵐のニノがみたらしにピノ、千と千尋の神隠しが池袋で肉まくし、美女と野獣がピザと和牛。甘すぎるし脂っこすぎる。極めつけは長くて有名な落語の寿限無の改編ですよね。はい。寿限無寿限無5行のすり切れという古典のフレーズが、ケバブケバブ5秒で食い切れ、肉ボールにプロポーズ、パンコパンコパンコの食い放題といった具合に完全にカロリーの暴力へと変貌しています。肉ボールというのはミートボールのことですね。そうそう。例外として熊野プーさんが
黒のウーロンみたいに急にヘルシーなお茶になってしまうという裏切りもあってそれも最高なんですが、ただここでどうしても聞いてみたいことがあるんです。何でしょうか？ダジャレや言葉遊びってともすれば親父ギャグとして低く見られがちですよね。布団が吹っ飛んだみたいな。でも彼らのこの言葉遊びはなぜか芸術的で観客を熱狂させる。この決定的な違いは何なんでしょうか？親父ギャグとの最大の違いは、元のフレーズの完璧なリズムの保持と圧倒的な手数にあります。リズムの保持ですか？はい。彼らは意味を全く違う。しかも、高カロリーという特定のテーマに変換しながらも、元の言葉の聴覚的なリズムや母音の響きを寸分違わず再現しているんです。母音の響きですか？ええ。例えば、美女と野獣、美女と野獣が、ピザと和牛、ピザと和牛。音の数だけでなく、母音の流れがほぼ完全に一致していますよね。本当だ。単に似ている言葉を探しているだけじゃないんですね。そうなんです。このリズムの連続が観客の脳に一種の音楽的な心地よさをもたらしているのです。そして考える隙を与えないほどのスピードで連発されることで、くだらないと呆れる前に、その言語処理能力の高さに圧倒されてしまう。なるほど。もはやコメディというより、高度なラップやジャズのセッションに近い体験を観客に提供しているのだと分析できます。脳が音楽的な快感として処理しているから、親父ギャグの枠を超えて、まるでライブハウスにいるような熱狂を生むんですね。いやー、見事な解体でした。で、結局これは何を意味するんでしょうか？私たちの日常のコミュニケーションにどう活かせるかということですね。そうです。いつも聞いてくれているあなたに今日ぜひ持ち帰っていただきたいんですが、今回学んだリフレーミング、文脈の破壊、圧倒的なディテールとリズムは、お笑いのステージの上だけで使える技術ではありません。日常生活にも応用できると。ええ。例えば、ガチガチに緊張した会議を進行しなければいけないときや、自分自身のどうしようもないコンプレックスに悩んでいるとき、視点をずらし、誰もが縛られている見えない台本をあえて壊すことで、新しいコミュニケーションの突破口を開く強力なツールキットになるはずなんです。これは重要な疑問を提起しますね。お、何か見えてきましたか？彼らの笑い、特に文脈の崩壊や言葉遊びは、こちけめの知識やピザの注文の一般的な流れといった観客との間に誰もが共有している常識や文化が存在することを大前提として成立しています。確かに。ベースラインがあるからこそ、それを裏切る逸脱が面白いわけですよね。ええ。ジョジョを知らない人には、ハモンの呼吸の面白さは伝わりませんからね。そうですよね。しかしこれから先、メディアがさらに多様化し、世代間や個人の間で共有するアニメの知識や日常の常識がどんどんバラバラに細分化していく時代に突入します。もうすでにみんなが見ているテレビ番組みたいなものはなくなりつつありますしね。ええ。そんな20年後の未来において、こういった共通認識を裏切るスタイルのコメディは一体どのように成立するのでしょうか。笑いは細分化された世界でどうやって新しい社会のベースラインを見つけ出すのか。これは非常に興味深い問いだと思います。うわー、それは深いですね。共通の土台がなければバグを起こすことも裏切ることもできない。お笑いは本当に社会の合わせ紙ですね。ええ、まさにその通りです。冒頭でコミュニケーションの見えない台本の話をしましたよね。聞いているあなたも今日一日自分自身の生活の中で自分がどんな見えない台本に従って話しているのか、ちょっと立ち止まって探してみてください。新しい発見があるかもしれませんね。はい。そしてもし可能ならほんの少しだけその台本も書き換えて周りの人を驚かせてみるのも面白いかもしれませんよ。きっと新しい景色が見えるはずです。それでは今回の分析の旅はここまでです。次回の深掘りでお会いしましょう。